はいどうも皆さんこんにちは。ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回の動画では思考と暮らしをシンプルにするもの選びのルールということでお話をしていきたいと思います。僕はミニマリストになって持ち物を厳選してきたからこそ、どんなものを持つのか、普段どんなものを持ち歩くのかってすごく重要だなって思うようになりました。物の選び方一つでその人の生き方だったり考え方に直結するので、できるだけ質のいいもの、自分が好きなものを選ぶことは自分らしい人生を歩む第一歩だと思っています。そこで今回の動画では僕がいつも意識しているもの選びのルールをご紹介していきたいと思います。まず一つ目は、一つのものを愛用するということです。僕は基本的に1ジャンル1つまでと決めています。だから僕は極端かもしれませんが、靴も傘もパソコンもカメラもスマホも本も銀行口座も一つしか持っていません。ただただ物欲がかき立てられて買い物をするのではなくて、質のいいもの、洗練されたもの、厳選したものだけを持っていたいっていうポリシーがあります。極力無駄なものは買わずに、本当に自分が納得するものだけを持ちたい、そう思ってできたルールが、一つのものを愛用する、1ジャンル1つまでというものです。同じようなものは2個も3個も持たない、買わない、そんな非常にシンプルなルールですけど、これは物選びの目を養うためにも非常に有効なんですよ。例えば何か新しいものを買いたい、欲しいとなった時に1ジャンル1アイテムまでと決めているので、今あるもの、今持っているものを手放してまで新しいものが欲しいのかと考えるようになるので、本当にそのものが必要なものかどうかを見極める判断材料になるし、でもしその新しいものを買ったとするならば、自分の持ち物がグレードアップ、ブラッシュアップされていくわけなので、より一層人生を豊かにしてくれます。1ジャンル1アイテムのルールで生きると、一つ物が増えたら一つのアイテム、一つのものを手放すので、基本的に物が増えるということはありません。ただ入れ替わるだけです。これが僕の物選びの一番の基礎となっているマイルールです。2つ目は、詳しい人に聞くということです。僕は何か新しいものを買いたいとなった時、必ず店員さんに詳しく話を聞きます。自分が今求めている商品はこういったものです。今自分はこういったことをしていて、こういったことに困っている、悩んでいるからこういった商品が欲しいんです。何かありますかっていうふうに尋ねて、おすすめされた商品についていろいろあれこれ質問して、たくさん情報を引き出すようにしています。そんな風にその道のプロに、詳しい人に聞くことによって、自分にとって本当に必要な商品をお店の人は、詳しい人は勧めてくれるので、買った後に後悔するっていうことがなくなっていくんですよね。つい先日買ったビデオカメラも、こちらの MacBook もそんな風に店員さんに聞いて選んで買ったものになります。多分おそらくですけど1時間2時間ぐらいは話していたと思います。だからちゃんと名刺をもらって話を聞いた翌日、翌々日ぐらいにその商品をご説明してくださった方を呼んで、この商品にします、これ買いますっていう風に買いました。やはりお店のスタッフというのはその商品に詳しいプロなので、自分であれこれ考えるよりもプロの意見を聞く、プロの知識を吸収するっていうのが一番なんじゃないかなって僕は思ってます。もちろん自分の得意ジャンルの商品に関しては自分で考えて買いますけども、全くの未知のジャンルのものに関しては詳しい人、お店のスタッフによく話を聞いて、自分に合った商品を勧めてもらって、でその商品についてたくさん聞くようにしてます。そして3つ目の物選びのルールは、
直接触れるということです。実際にその商品を手に取ってみて、肌触りだったり、使い心地だったり、機能性だったり、大きさだったり、軽さだったりを確かめるようにしています。やはり目で見るだけではなくて、実際にその商品を手に取ることによって分かることってたくさんありますよね。だからより一層自分の肌に合うもの、自分に合うものを選びやすくなると思います。で、その触った感覚、指先の感覚っていうのは自分の体の中にどんどん蓄積されていくものなので、たくさんのものに触れていけば、何か新しいものを買いたいってなった時に触れただけで、それが本当にいいものなのか、本当に自分が欲しいものなのか、それともそうでないものなのかっていうのがだんだん見分けがつくようになっていくんですね。触っただけで、その商品を手に取っただけでビビッとくるもの、そしてそうでないものの違いに気づけるはずです。そういう感覚も物選びには大事なんですよね。せっかくなら欲しい商品を眺めるだけではなくて、指先で触れてみて、可能ならちょっと使ってみて、自分の感覚を養ってみてください。そして4つ目の物選びのルールは、長く使えるものを買うということです。流行り物とか斬新なデザインのものは、その瞬間は満足感だったり高揚感が得られるかもしれませんが、数年後も同じかと言ったらそうではないはずです。僕自身はそういった流行り物とか斬新なデザインなものを選ぶんじゃなくて、極力シンプルなもの、長く使える形だったり、大きさだったり、軽さだったり、機能性のいいもの、肌触りがいいものを探すようにしています。だから単純にそのものの金額を見るのではなくて、これを買ったら何年使えるかな、何年使いたいかっていうのを考えるようにしています。そんな風に自分自身が長く使いたいものが身の回りに集まってくれば、買い物をする頻度もどんどん少なくなっていくはずです。例えば、カバンなら今持っているものがある。パソコンなら今持っているもので十分だと。いちいち新しいもの、流行っているものに目移りせずに済むようになります。だからぜひ皆さんも長く付き添えるパートナーを見つけるみたいに物探し、物選びをしてみてください。そして最後、5つ目の物選びのルールは、最新のものを買うということです。今の時代、テクノロジーの進化がめちゃくちゃ早いですよね。だからどんどん新しいものが出てきます。だからといって新しい商品が出たらすぐに買い替えろと言っているのではなくて、買うタイミングで最新なものを買った方がいいよということです。お金持ちの人、お金を持っている人は最新のもの、新しい商品が出るたびに買い替えるのもいいのかもしれませんが、僕自身はそこまでお金を持っているわけではないので、買うタイミングでできるだけ最新のもの、そのジャンルの中で最高の商品、質の高いものを買うようにしています。なので自分の収入だったり貯金額に応じて身の丈に合った最新のもの、最良のもの、質の高いものを買うようにしてみてください。妥協せずにできるだけ最新なものを買うことによって、それこそ長く使っていけると思うんです。例えばつい最近買ったビデオカメラも MacBook もちょっと値段は張りましたけど、その店頭に出ているものの中で最新なもの、最高のものを買いました。でもその時妥協してちょっと質や機能性が劣るものを買っていたら、きっとコロコロ商品を買い替えてたんじゃないのかなと思うんですよね。だからその時に買える最高のもの、最新のものを買うことによって長く使っていける、それこそ先ほど言った1ジャンル1アイテムのものを大切に長く愛用できるようになるんだと思います。なので長く使えるものを選ぶ、そして最新のものを選ぶというのは、ある意味共通している部分があるわけです。長く使えるものを買うという守りの投資でもあり、最新のものを買うっていう攻めの投資でもあるわけです。その両方を兼ね備えた投資こそ、自分自身が心地よく使うことのできる、さらには自分自身がどんどん成長していける、自分自身の人生がより豊かになっていく最良の投資だと僕は考えています。
はい、ということでいかがだったでしょうか。もしよろしければ今回ご紹介した思考と暮らしをシンプルにするもの選びのルールを参考にしてみてください。はい、ということでここからはまたいつも通りブログ形式で動画を撮っていきたいと思います。普段の僕のありのままのライフスタイルを皆さんにお見せすることによって物を持たない暮らし、物が少ない暮らしの魅力や良さだったり、自由で身軽なライフスタイルの魅力や良さをどんどん皆さんにお伝えしていきたいと思っておりますので、ご興味のある方、お時間のある方はぜひ最後まで動画をご覧ください。はい、ということでようやく動画編集が終わりました。それでは今から簡単に部屋の中を掃除して筋トレをして外に出かけてお散歩したいと思います。はい、ということで掃除が終わりましたので、今から簡単に体を動かしていきたいと思います。
では今から外に出て散歩したいと思います。いやー、癒されますね。いやー、今日は日曜日なんですけど、こういう静かなところを散歩するとすごい落ち着きますね。はい、ということで参拝も終わったところで家に帰りたいと思います。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしちょっとでも参考になりました、良かったよ、楽しめましたという方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして下の方にコメントもお待ちしております。ありがとうございました。